はい、皆さんこんにちは、ファナンです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。初めての方もですね、今後このように、韓国や朝鮮の歴史について、解説をしていきますので、今日も最後までお付き合いをお願いいたしたいと思います。今日のテーマはコジョンのその2と題しまして、自主独立と大韓帝国というようなことでお話を進めていきたいと思います。今、ウクライナ情勢の最中でありますけども、この大国と小国というその最中にあって、いかにこの独立、自主独立というものが難しいかということを、今現代においても目の当たりにする状況でありますけども、この当時、アジアの国々が、いかに自主独立していくかということが、この大国との関係において非常に重要になってきています。ファラムチャンネルではこのように韓国や朝鮮の歴史について解説をしたり、それから勉強会ということで書籍の内容を中心にお話を進めていっております。それから日本の中の韓国ということで、日本の中にあるさまざまな地域を観光やそれから史跡などを配信しております。そこでまずですね、この人語群覧という内容から始めていきたいんですけども、この当時、近代の文明を受容するために、まず何よりも行わなければならなかったのが、軍隊の整備ということで、正規軍の再編ということで、この新しい軍隊、別閥軍と書いておりますけども、ここを整備していこうとするわけですね。で、ヤンバンですね。ヤンバンの指定が中心となっていたんですけども、ここにおいて、日本や様々西洋の新式の装備を備えながら、特にですね、日本の軍事教官を呼んで、そして、この整備に当たっていたんですけども、旧式の軍隊もあったわけですね。その旧式の軍隊が13ヶ月もですね、給料前というかその米をですね、支払われていなかった状況の中で、この講義が行われていくわけです。しかし、この支払われてはいくんですけども、その中に、砂が混じっていたというですね、不正事件が発覚をしていくわけです。それに対する反発において、中央政府や、それから民兵ですね、この王妃を襲って、殺そうとするわけなんですけども、民兵は、かろうじて逃げていくということで、この日本の軍事教官であった堀本冷蔵などがですね、殺害されるという事件や日本公使館が襲撃されていくというようなところになっていきます。そして、この紛争テオン軍がまた政治の舞台に登場していくというようなところで、この当時ですね、この民兵一族なのか、それとも紛争テオン軍というですね、このコジョンのお父さんにあたる人ですが、中心となるかということで、行ったり来たりしていくわけですね。そんな中ですね、日本や清がこの、朝鮮の政治に関与していくと、これは軍隊を派遣しながらですね、関与していくんですけども、この中において、先ほどの、テウォン軍ですね。テウォン軍が、拉致、そして連行されながら、もう一度ですね、この民主ですね、民主が政権を復活させるというようなこの展開になっていきます。それはですね、先ほどの軍乱があったがゆえに、このもう一度ですね、この清がこの朝鮮のところに関与をしていくというようなところで、遠征外ですね、遠征外がこの朝鮮の国王の代理として派遣されていくというようなところで、今度は清の影響力が朝鮮においてはですね、
深まっていくと、強まっていくというようなところです。それに、この焦りを感じた、日本においては、このチェームルポ条約というものを締結していきます。この載物法と書いていますけども、チェームルポという、インチョンの近くにあるこの港なんですけども、ここで締結された条約ということで、この先ほどの軍乱の代償として賠償金を要求し、そして公使館を護衛するということで、陸軍をですね、駐留するというような締結を行っていくわけです。ですから、ここにおいて、清、それから日本が朝鮮に対する内政の干渉が、この本格的に深まっていくというようなところになってきます。そして、この甲申政変というですね、1884年に起こっていく、クーデターですね、一種のクーデターなんですけども、要するにここにおいて、新しい開化派というものが、近代の、この産業革命を起こして、そして新しい国を作ろうという、動きになってはいくわけです。それが独立党というですね、キム・オッキョンとかですね、パク・ヨンヒョウという人物を中心として、このクーデターを起こしていくわけです。これに関しては、深い内容についてはですね、私の動画、近代の動画がありますので、そちらも参考にしていただければ、理解が深まると思います。こういった人物が日本に赴いて、そして福沢諭吉などをですね、この交流をしながら、福沢諭吉はこの朝鮮のこういった開化派ですね、急進開化派とも言われていますけれども、において、日本をいかに近代化するかということを悩んだというようなことも言われているわけです。しかしながら、ここにおいて対峙していた党というかね、この時代党という党があるわけなんですけれども、ここはどちらかというと、新進派ということで、新に近づいていこうと、新を中心とした時代主義を伝統ということにおいて守っていこうというようなところになっていくわけです。これと対峙していくわけなんですけれども、クーデターが起こることによって、この金木君やパク・ヨンヒョウを中心とした政権、独立党が政権を取っていくわけなんです。この方向としては日本に学ぼうということですね。日本の協力を得て、そして近代産業を起こしていきましょうというところであったんですけども、これが結局は失敗していくと、真の介入によって、こういった中心人物が殺されたりですね、追放されたりしていくわけですから、3日で失敗してしまったとも言われているわけです。キム・オッキョンなどはですね、日本に亡命していって、そして日本の地で亡くなっていったとも言われているわけです。そんな中ですね、国民、民衆は、こういった中央政府に対する不満というものがですね、爆発していくわけです。それが、甲午農民戦争というわけなんですね。東学党の乱、東学というですね、西の学びではなく東ですね、東の東学、学ぶということで、西洋に対するそういったこの思想、哲学というものを中心として、この自国を自主独立の国ということで守っていこうというわけです。ですから、ここにおいて、この民衆における自主独立や、それから政府におけるこの西洋にこの開化派と言われるそういった人物の自主独立、それから真を中心とした自主独立、この自主独立というもの名目を中心として様々なこの展開が行われていくというのがこの19世紀、20世紀のこの初頭において行われているそういった流れであるというふうに考えると分かりやすいと思います。で、そのチョンラ道のチョンボンジュンというですね、人物を中心としてこの反乱が起こっていくわけです。政府軍と反乱軍がこの対峙して、そして戦争が起こっていくわけですね。
これは、この民主の贅沢や増税に対する判断ではあったんですけども、ここになんと、清が出動していく。そして日本もそれに、この天津条約というものがあってですね、もし、朝鮮に出動することがあれば、軍隊においてですね、通達をしましょうという条約がなされているがあったので、ここにおいてまた日本軍がそして派遣されていくというようなところになっていきます。そして1894年、私は歴史で学んでいますように、日清戦争が勃発していくわけですね。これは日本においてはですね、朝鮮は自主の国だということで、これは日本単独で朝鮮の改革を進めましょうというような方向ではあったわけですね。ここにおいて清と、そして日本がこの戦争に突入していくわけです。日本としては、紛争、愛、平穏軍を立てながら、この朝鮮を自主独立の国ということで立てようとしていくわけです。そして民主を追放していくということですね。日本においては日本主導で改革を進めるということで、身分制の解体やですね、それからヤンバンや特権階級、ヌヒ、そういったものを廃止して、そういったこの社会を改革を進めていこうということであったわけです。最終的に日本がこの戦争に勝つことによって1895年、下関条約を結んで、朝鮮が独立国となったということであります。清からのその影響を排除していくわけですね。で、芸音門というですね、門があったわけですね。ここにおいて、ここはその要するに、明や清からのその、交換が来たときに、ここでこの迎賓館のようなそういったところであったんですけども、ここを壊して独立門を建てたということですね。こういった写真がありますけども、今、ソウルにもですね、残っています。これは独立というのは、これは日本からの独立ではなくて、清から独立だということで、今、こういった門が建てられているということであります。しかし、その後に、この日清戦争の後に、三国干渉ですね、が起こって、両党半島を返還するというようなところになっていくわけです。ここに徐々にですね、ロシアの影響力というものが朝鮮半島に及ぼしていく中で、この民主一族がこのロシアにですね、近づいていくというところで、このウルミ事変ですね、1895年に起こっていくわけです。民主勢力のクーデターによって政権が奪回をされていく中で、先ほども言いましたように、ロシアにこの、近づいていくというようなところを日本が見たときに、このままでいけないということで、ミョンソン・ワンフですね、これは民費ですね、民費と同じことですけども、を、殺害すると、宮殿に入ってですね、そして殺害していくというような事件が、暗殺ですね、事件が起こり、民費の体をすべてですね、この焼却していくと、燃やしてしまうというような、この事件が起こっていくわけです。こういったですね、本がありますけども、で、紛争テオン軍の失政ということで、様々な改革をしていくわけですね。税制改革をしたりとかですね、小学校の設置をしたり、太陽暦を採用したりするんですけども、ここで注目しているのはこの断髪令ですね。日本でも行いましたけども、韓国でもこういった曲げをですね、この紙の形ですね、作っていくんですけども、それをこの切っていくという、切らなければならないと、西洋のですね、この紙に、このやっていくというようなところで、あったんですけども、韓国の儒教というですね、その国において、どういうことが教わられているかというと、この体やですね、髪の毛とかですね、肌というものは親から授かったものであるからですね、これを傷つけてはいけないということであったわけですね。ですから、これに対するとてもですね、なんていうんですかね、反発っていうんですかね、ものが
起こっていたとも言われています。断髪令ですね。こういったところから、韓国というのは、こういった儒教のですね、思想が染み渡っていたので、この断髪令に対する反発が起こっていたということであります。で、最終的にこの自主独立というものをどのようにして起こそうというかということで考えたときにですね、大韓帝国というものを自立してですね、そして王から皇帝になったというところが、この重要な節目であったということですね。で、1897年にキョンウン郡ですね、このコジョンがですね、この王宮に入ったということなんですね。現在の特殊郡というですね、この私の動画にも載せてありますけども、特殊郡というところがあります。ここに移って、そして、ここはアメリカ、ロシアの公使館が近かったが、というところもあるんですけども、こういったところにおいて、ここでですね、大韓帝国ですね、朝鮮ではなくて、大韓帝国というものを樹立していくとですね。これは秦からの独立ということで、宣布をしていくわけです。自主独立の国になりましょうというところであります。そして、王様も、自ら皇帝になってですね、そして、この内外ともにこの宣布していくというところになっていきます。はい。今日はですね、こういった自主独立の国というものをいかに勝ち取るかということでお話を進めていきました。今ですね、世界情勢を見るとですね、こういった内容が、よくよくわかる、そういった状況ではありますけども、この近代においてもですね、まさに大国、そして大国とその中において、地理的な状況において半島というものが大国に囲まれながら、そしていかに自主独立を勝ち取っていこうとする、そういう中において、この近代の流れの中で、秦からの独立、そして、日本の介入と、そしてロシアがまたこの介入していくというようなところになっていきます。今日はその2と題しまして、コジョンの姿勢についてお話をいたしました。長い間ご視聴ありがとうございました。